こんにちは、キキです。今日はスピッツのファンクラブ限定の封筒が届いたので、その封筒の開封動画にします。というのもこの度、スピッツのファンクラブに入ってその入会の案内が来たので、この封筒を開けてみたいと思います。この封筒には何が入ってるか私も全く知らないし、動画にしていいものが入ってるのか、もしくは個人情報が入ってるかもわからないんですが、このドキドキを皆さんと共有できたらいいなと思って動画にしてみます。では早速開けていきます。この動画を見てくださってる方には外国の方もたくさんいらっしゃって、スピッツが何かなって思われる方もいらっしゃると思うんですけれど、スピッツは日本のビートルズって言われるぐらい国民的アーティストになっていて、普段はね、私は YouTube で日本とギリシャの架け橋になるっていうことをモットーとしてやってるので、ちょっとコンセプトと違う動画じゃないって思われるかもしれないですが、これは立派な日本の音楽カルチャー、ミュージックカルチャーの一部として見ていただけたらなと、動画を見ていただけたらなと思います。ということで、何が入ってるかな。ピンクい紙、大きくスピッツベルゲンで、このファンクラブの会員のファンクラブの名前が書いてある紙。なんだろう。会員規約、平成26年4月1日。個人情報の取り扱いとかだね。ピンクい紙なんだなるほど。これは置いといて、次。入会された方へっていう白い紙の案内が出てきました。これ見せて大丈夫かな。この辺大丈夫かな。入会された方へっていうことで、入会くださいまして誠にありがとうございます。会員証、何が入っているか。今回お送りするものは以下のものですよっていう案内。親切。読んじゃっていいかな。ここに入ってる、同封されてるのは IC 会員証、特製キーホルダー、会員証の Q&A、 会報のバックナンバーチラシ、会員規約、さっきのピンクい紙。なるほどなるほど。あとは出た。これ見たことある会員のカード。かわいい。確かこれメンバーの方が手書きされたんじゃなかったかな。かわいい。とキーホルダー。キーホルダー、やったー。この4点でした。書類が2点と、このキーホルダーが特製ファンクラブ会員のキーホルダーと、あとはカード。まずは先ほども少しお話ししましたが、まずはスピッツとは何なのかっていうことを僭越ながら少しお話しさせてもらいたいなと思います。1987年結成の4人組のミュージックバンドで、ボーカル、ギター、ベース、ドラムの4人組からなる今年結成35周年のミュージシャンで、今メンバーの方が54歳だったり55歳だったりっていうと、ファンの層がだいぶ40代だったり50代だったりするんじゃないかって思われるかもしれないんですけれど、この前ライブに行ったら結構若い方もたくさんいらっしゃって、20代前半に見える方が多くいらっしゃったり、あとは今もちろん古い35年前の曲とかもありますが、今 TikTok で、チェリーだったり愛のしるしだったりカバーではあるんですが、音源として使われてて、そこからまたスピッツのことを知っていく若いファンの方もいらっしゃるんじゃないかなといったバンドです。メンバーにはどういう方がいるかっていうと、透き通る高音がすごく綺麗な草野さん、ボーカル草野さんだったり、
あとアルペジオという弾き方がとても得意な繊細な美輪さん、あとはスピッツの曲調にしては結構激しめのラインが特徴的なベースの田村さん、そして、存在感はたっぷりあるのに、みんなをまとめ上げてくれるドラムの崎山さん、こういった4人からなるメンバーです。スピッツの魅力を一言で言うのは難しいんですが、例えば曲調はどこか懐かしさがあって、どんな気分の時にでも聴きたくなるような癒されるメロディーであったり、恋にはつかめそうでつかめない儚さがあったりだとか、あとその一方で演奏はすごく激しかったり力強かったり、歌詞にはエロスがあって、いろんな表情を持ち合わせているのになぜか一つにまとまっている、それがなんとも神秘的で、どんな気分の時にでも聴きに行きたくなるような不思議なパワーをくれるバンドです。スピッツの魅力はまだまだたくさんあるんですが、例えばそれぞれの方がすごくプロ意識高くやってらっしゃるなっていうのがあって、 CD ももちろんそうなんですけれど、それと同等もしくはそれ以上のクオリティでライブで演奏されたり歌われたりってするのってすごく難しいことだと思うんですが、それをライブ行くたびにパワーアップしたスピッツを見せてくれることなので、そのライブに行くのが毎回楽しみになるだったり、あとは歌詞がすごく詩的で特定のシーンに合わせて作ってないんじゃないかなと思う節があって、曲によって、男女の会話であったり、こういうシーン自分の今生きてるシーンと本当に当てはまるみたいな曲もあって、それも好きではある、他のアーティストさんにはあってそれも好きではあるんですけど、スピッツの曲にはそういった場面を特定しないことがある曲が多いので、それは言い方を変えるといろんなシーンに当てはまる。例えば今日こういう気分だからこの曲を聴いて、あ、これはこの時の気分の曲だったんで思った曲でもまた他の感情の時に聴くと、あれこれってこういうことを歌ってるんじゃないかなっていう発見になったりして、そこが何度聴いてても飽きない作りだなと思います。あとは唯一無二の草野さんの声であったり、バンドの方向性がすごく好きです。4人とも仲がいいっていうことであったり、同級生同士で知り合ったことで、その同級生同士で解散もなく、いざこざも多分なく35年もやってこられていて、いつでもスピッツはそこにいてくれるっていうその存在感、その心強さっていうのがファンにとってはすごく嬉しいことです。私がスピッツを好きになったのが2012年頃なので、今が2022年、もう10年も経ってしまっているんですが、なぜこのタイミングで、ファンクラブに入ったかっていうと、もちろんずっと入りたいっていう気持ちはあったんですが、やっぱりファンクラブに入ることの一番の魅力がファンクラブ限定のライブだと思っているんですね。でそのライブに行きたかったんですけれど、海外に在住しているとなかなか行けるタイミングがなくて、そして今回この帰国に合わせて今からファンクラブ会員になってもその応募ライブが今年あるんですが、そのライブのチケットの抽選に間に合うということで、思い切って入会しました。でちょっとさっき調べてみたんですね。その2012年から今日までにファンクラブのライブが何回あったかっていう、このライブは毎年やってるものではなくて 3,4 年に1回の不定期なので、いつだったかなと思ったんですけど、2012年にまずあって、ただそれは私が好きになってる途中だったので、まだどうだろう、応募があってももしかしたら行ってなかったかもしれないんですが、その次が2015年、そして2018年で、そこからだいぶ空いて今回2022年の開催になるということで、今回、まず応募をしてみて行けたらもちろん嬉しいし、今後ねもう会員になっているので、帰国のタイミングとまたそのファンクラブ限定のライブのタイミングが合えばすごく嬉しいし、もちろん応募するし、合わないのであれば一度日本行きの航空券はいくらなのかなっていうのをサイトなどで覗いてみて、
いけるかないけないかなってちょっと思いを馳せてみたいなと思います。またこのファンクラブになると会報が届くということで1年に4回ぐらい雑誌のようなものが届くと聞いています。それをどうしよう一応ね実家の方にそれは名古屋にある実家に届くんですが、それを毎回ギリシャに送ってもらうのはちょっと申し訳がないし、かといって1年ずつまとめて送ってもらうっていうのも待ちきれないし、そんな頻繁に帰国するわけでもないし、どうしようかなと思っています。ただそんなことも考えず今回はとにかく入会をしました。でもね、今回この10月末に来る解放は手に取って見ることができると思うので、郵便受けを毎日開けながら楽しみにしたいなと思っています。で、外国に住んで9年ぐらいになるんですけれど、海外でもスピッツのことを知ってる、好きっていう方に出会ったことがあって、っていうのも日本のことをちょっと興味があったり日本語が好きっていう方に、結構スピッツの曲をおすすめすることがあるんですね。声の聞きやすさ、言葉の聞き取りやすさ、あとテンポが比較的ゆっくりな曲が多いこと、先ほどもお話ししたみたいにさすがそれは日本のビートルズと言われるゆえんかなとも思うんですが、そうするとこの声なんか聞いたことがあるとか、この歌手もともと好きだったんだよねっていう話をされることがあって、そういう声を聞けるとすごく嬉しくなります。今回この私の話を聞いて少しスピッツに興味を持ったとか曲を聴いてみたいっていう方のために、URL を概要欄に貼っておくので、よかったら曲を聴いてみてください。公式から出てる音源があるので便利な時代になりましたねちょっとね、そういうところから入り口として少しずつ、聞いてみてもらうのもいいんじゃないかなと思います。ということで早速この会員証に書かれている番号を使ってライブの申し込みをしていきたいと思います。そのライブ自体がもう1ヶ月経たないうちに始まるので、申し込みが間に合うかどうかっていうのもちょっと不安なところではあるんですが、一応間に合うとは思うんだけど、今回送られてきた会員番号とパスワードを使って初めてファンクラブ限定のページに飛んでみたいと思います。へー、パスワードこんなんなんだ。絶対言っちゃいけないやつだよねこれ。パスワードが違います。定期で作るゲームログ等がございます。会員番号だ。まだそうやって半角入力。入りました。サイトに間に合うかな。受付期間がまだ始まってなかったみたいです。今回2回に分けてライブのチケットの受付をされてるんですが、1回目はもう終わってるんですが、この2回目っていうのが始まるのが2日後でした。そっか、じゃあ大丈夫だよかったよかった。焦ってこの解放いつ届くんだろうと思ってたけど、じゃあひとまず安心です。10年ファンをやっているともちろん全部好きな曲になるんですが、ちなみにスピッツって全曲で何曲あるかっていうのは私数えたことがないんですけど、多分300曲ぐらいじゃないかな。そのインディーズの頃の曲はちょっと何曲あったかとか存じ上げないんですけれど、だいたい300ぐらいじゃないかな。でその300のうちで時期によってたくさんよく聴く曲っていうのが変わってきて、スピッツを好きになり始めた時は空も飛べるはずだったり、あと猫になりたいだったり、砂漠の花だったりを聞いてて、それからいろんな学校に行く時はこの曲を聴いてたとか、仕事に行く時はこの曲を聴いてた、寝る前はこの曲を聴いてたっていうのがいろいろ10年あった中で、最近のマイブームは
愛の言葉かな。あとはこの前ライブに行ってスーシンチューさんが歌われたバニーガールがとても強烈で印象に残ったので、最近は本家のバニーガールを聴いてたり、あとはこれからの季節の雪風を聴いています。この3曲ぐらいがマイブームかな。この今回のファンクラブ限定のイベントゴースカには自分の好きな曲、ライブで聴きたい曲をリクエストできるって聞いてるので、その3曲から選ぶか、また他の曲から選ぶか分かんないですけれど、じっくり吟味して自分の聴きたい曲応募したいなと思います。というわけで動画を最後までご覧くださりありがとうございました。またお会いしますよ。元気で。